ノマドスカルプトで作る動物モチーフのアイスクリームの作り方をご紹介します。字幕をオンにしてご覧ください。まず最初にデフォルトで入っている球体を左上のボタンのシーンを開いて球を選んで消去をします。そしてまた左上のボタンのシーンで円錐を選んで追加します。緑の丸を持って下にドラッグします。左下のギズモをタッチして右上のバーのギズモをタッチします。青い Z 軸の回転を180度にします。検証をタッチします。左下のボクセルを選んで数値を150くらいにしてリメッシュ。右上のボタンからスムーズを選んで全体を滑らかにします。右上のボタンからトリムを選びます。投げ縄を選び自動検証を有効にしてトリムでコーンの尖りを取り除きます。右上のボタンからスムーズを選んで全体を滑らかにします。左上のミラーのマークを長押ししてローカルを選択します。赤色の X のチェックをタッチして解除し、緑の Y をタッチして数値を10にします。右上のボタンから膨張を選びます。コーンの上部に斜めの線を描きます。斜めの膨らんだ線が入ります。Y 軸にミラーが働いているので、このように全体に線が入ります。左下のボクセルで現在のボクセルの値よりも大きい値にしてリメッシュします。右上のボタンからスムーズを選んで全体を滑らかにします。コーンの縁を作成します。左上のシーンから円柱を追加します。緑の丸を持って薄くします。オレンジの丸を持って大きさを調節します。コーンよりも少しだけ大きいサイズにします。左上のシーンから円柱をクローンで複製します。左下のギズモで下の方に移動させます。同様にサイズを調節します。2つの円柱を検証で形を確定します。左下のボクセルを選んで数値を150くらいにしてリメッシュ。右上のボタンからスムーズを選んで全体を滑らかにします。コーンのスリーブを作ります。右上のボタンからセルマスクを選択します。長方形自動検証をタッチしてドラッグしてコーンの下部をマスクします。右上のバーのセルマスクをタッチして高さで紙の厚みを調節します。取り出す
でスリーブを作成します。すべてをクリアを選択して、マスクを消去します。左上のシーンを開いて、今まで作ったパーツをグループにします。ドラッグしながら別のパーツに近づけると、グループにすることができます。一番上のパーツに名前を付けます。一度にコーンのすべてのパーツが選択できるようになります。クリームを作ります。左上のシーンから球を追加します。形を楕円型にします。左下のボクセルを選んで、数値を150くらいにしてリメッシュ。右上のボタンからスムーズを選んで全体を滑らかにします。右上の視点のボックスの横にある小さな四角をタッチすると、今選択しているオブジェクトを拡大表示してくれます。右上のボタンからクリースをタッチします。左の反転をタッチします。クリームの形になるように筋を入れます。左の反転をタッチして解除します。筋を入れます。一つのクリームができました。左上のシーンから何も選択していない状態で放射状を追加します。放射状をドラッグしてクリームをグループにします。すると放射状が働いてクリームが複製されます。左上のシーンから放射状だけを選択し、ラジアル Y の数値を大きくします。放射状の検証をタッチし、形を確定します。アイスクリームを作ります。左上のシーンから球を追加します。検証をタッチします。左下のボクセルを選んで、数値を150くらいにしてリメッシュ。右上のボタンからスムーズを選んで全体を滑らかにします。左上のミラーをタッチしてローカルを選択します。痙攣の XY を選択。Y の数値を5にします。右上のボタンから膨張をタッチします。アイスクリームの表面の凹凸を入れます。時々ミラーをオフにして膨張を入れると自然になります。右上のボタンからスムーズを選んで全体を滑らかにします。アイシングクッキーを作ります。左上のシーンから円柱を追加します。緑の丸を持って厚みを薄くします。左下のギズモをタッチして検証で形を確定します。右上のバーのギズモをタッチして赤色の回転の数値を90にします。耳になるように位置と大きさを調節します。左下のボクセルを選んで数値を150くらいにしてリメッシュ。右上のボタンからスムーズ
を選んで全体を滑らかにします。角が取れなかったので、ボクセルの数値を120くらいに小さくしてスムーズをかけます。アイシング部分を作ります。左下のソロを押してクッキーだけの視点にします。右上のボタンからマスクをタッチします。クッキーより一回り小さくマスクをします。シャープをタッチしてマスクをはっきりさせます。右上のバーのマスクアイコンをタッチして太さを調節します。取り出すでアイシング部分を取り出します。すべてをクリアでマスクを消去します。同様に耳の中を作りますが、反対側にもマスクがされる場合があります。これを解消するには右上のバーの筆のアイコンをタッチしてフィルターをタッチします。その中の正面を向いている頂点のみにチェックを入れます。こうすると背面にマスクが入りません。両方のパーツを左下のボクセルを選んで数値を150くらいにしてリメッシュ右上のボタンからスムーズを選んで全体を滑らかにします。クッキーは色をつけた後複製します。顔を作ります。左上のシーンから球を追加します。検証をタッチして形を確定します。形と位置を調節します。左下のボクセルを選んで数値を150くらいにしてリメッシュ右上のボタンからスムーズを選んで全体を滑らかにします。ギズモをタッチして左上のクローンをタッチします。複製してこれを鼻のパーツにします。左上のシーンから球を追加します。ミラーをタッチ。形、位置、角度を調節します。頭の上のクリームを作ります。左上のシーンから球を追加します。検証をタッチします。少し平たい形にします。左下のボクセルを選んで数値を150くらいにしてリメッシュ右上のボタンからスムーズを選んで全体を滑らかにします。左のミラーを長押しします。平面の X をタッチして解除し Y をタッチします。放射状の数値を5にします。右上のボタンからクリースを選んで左から反転をタッチしてください。クリームの筋を描きます。再び反転をタッチして筋を描きます。
くらんぼを作ります。左上のシーンから急を追加します。検証をタッチします。少し楕円の形にします。右上のボタンからドラッグを選んで少しへこませます。150くらいにしてリメッシュ、右上のボタンからスムーズを選んで全体を滑らかにします。ヘタを作ります。左上のシーンからチューブを追加します。左下のギズモでチューブをさくらんぼの位置まで移動します。ギズモをタッチして編集モードにします。スナップをタッチして解除します。オレンジの丸を持って全体の太さを補足します。曲線になるように点の位置を調節します。線の上にタッチすることで編集点を追加できます。編集バーの半径が3つ光るまでタッチし、オレンジの丸で太さを調節します。さくらんぼができました。星のデコレーションを作ります。球体を同時に5方向に引っ張る方法で作ります。左上のシーンから球を追加します。検証をタッチします。上の方に移動します。少し厚みを薄くします。ボクセルの解像度を150くらいにしてリメッシュ。右上のボタンからスムーズを選んで全体を滑らかにします。左のメニューから三角のアイコンのミラーを選びます。この時ローカルも選択してください。平面 X がデフォルトで選択されていますが、タッチして選択を解除します。Z を選んで放射状の数値を5にします。右上のボタンからドラッグを選んで右上のミラーが赤くなっているのを確認して球の一部を上方向に引っ張ります。Z 方向の5方向にミラーが働いているので1箇所引っ張るだけでこのように星型になります。位置を調節します。クローンで複製します。チョコスティックを作ります。左上のシーンから円柱を追加。左下のソロをタッチすると選択しているオブジェクトのみ表示されます。太さを調節します。ソロをタッチして表示を元に戻します。移動します。左下のボクセルを選んで数値を130くらいにしてリメッシュ。右上のボタンからスムーズを選んで全体を滑らかにします。右上のボタンからセルマスクを選びます。左の長方形自動検証が有効になっているのを確認します。チョコのコーティング部分をマスク。右上のバーのセルマスクを選びます。チョコのコーティングの太さを調節。取り出すをタッチ。左上のシーンで今作った2つのパーツをグループにしておきます。名前を編集。
左下のギズモを選んで位置と角度を調節します。色をつけます。左上のシーンからコーンを選んで左下のカラーで好みの色をつけます。すべてをペイントで色をつけます。コーンはマットな質感なので粗さの数値を大きくします。それぞれのパーツに色をつけてください。アイシングクッキーの色をつけ終わったら左上のシーンからクッキーのパーツをすべて選んで結合してください。クローンを選んで右上のバーのミラーをタッチ。オブジェクトを反転、X をタッチ、クッキーが反転します。左上のシーンからチョコスティックを選択、クローンで複製します。コーンのスリーブをタッチ。右上のペイントで柄を描きます。左のミラーを長押し、ローカル、Z を選択した状態で斜めに線を描きます。左上のシーンからライトのポイントを追加します。位置を調節します。編集バーの強度で明るさを変えられます。真ん中の白いボタンをタッチすると色が変えられます。左上のバーの写真のアイコンをタッチ、カラーグラデーションで好みの色にします。左上のバーのフォルダマークをタッチ、レンダリングの中の PNG を書き出すで画像を作成することができます。右上のボタンから画像を保存します。